オラウマのジェラノデロスと申します。9回の猫背を終えて、バーチャル猫股になりました。ではやってまいりましたよ。猫股フリーク。この猫股フリークはですね、僕のやばい話や怖い話、人コアなどの話を、ゆるーくですね、お話ししていくという次第です。いや、まずですね、今まで、事故物件とかいろいろ話したんですけど、まずなぜそういうことに至ったのかっていうのを前回お話しするっていう、最後の言い方だったので、そういう話をちょっとゆっくり、ざっくりお伝えしますね。端的に言うと、僕の周りにですね、やばい人間さんがたくさんいるんですけど、そのうちの一番近くにいた一人が、原因だったっていう形ですね。まず、その人間さんなんですけど、動画ではね、何回か出ている、僕が普段使っている人間の姿の、本来の父親みたいな形なんですけど、その人がですね、すごくて、英語、スペイン語、日本語、ドイツ語、フランス語とかいろいろ喋れるんですけど、なぜなら世界各国に、子供がいるらしいんですよ。ああ、そうなんだっていうところなんですけど、その人間さんがですね、僕の母親の、元の国にいた財産をですね、だいたいマンション5棟ぐらい持ってたり、畑とか馬とかいろいろ持ってたんですけど、従業員100名とか200名全部売ったものを、お金に変えて日本に来たっていう形だったんですけど、その父親がですね、まさかのラスベガス新婚旅行で行ったところで、すべての財産を使い潰しちゃって、早々に日本に帰ってくるっていうことがあったんですよね。そこから始まって、本人はエンジニアだったんで全然問題はなかったんですけど、その後ですね、余裕がなくなったのか、僕の母親に対してですね、いろいろね、痛いこととか怖いことが起きて、で、じゃあ一緒にいるのは難しいっていうことで、脱出したんですよね。長野から出たんですよ。で、そこから物語始まるっていう感じなんですよね。当時、女性と子供一人っていうのが、大変難しい時代だったんですよ。で、仕事とかもですね、女性普通の日本人なら難しいのに、さらに外国人ということでですね、かなりもっと難しくって、で、危ないつてを結局頼ることしかなくって、で、結果、父親は僕をどうしても必要で、ってか、欲しくて、何に使うか知らないんですけど、必要で、いろいろ逃げてたんですよ。で、その上で一番都合が良かったのが、今、事故物件に住むっていう仕事だったんですよね。いろんなところを転々と、住めるし、万が一何かあったら、その時は僕と一緒に、終わるっていうことを望んでたんですよ。なので、ことの、この仕事をですね、請け負う発端っていうのが、父親にあったっていうところですよね。うん。で、今ですね、現在どのように父親になっているかっていうと、前に動画とかショートでもお話ししたんですけど、僕に意地悪をする、良くないことをする人間さんたちっていうのは必ず大変な目に遭ってますよっていうことをお伝えしたんですけど、その通りですね、今、彼は、癌をですね、3回ぐらい患っていて、手術して完治して再発して、手術して完治して再発っていうのをやって、で、その次にまた癌になるのを怯えながら、第二夫人というか、3人ぐらいだっけな、子供いても孫もいるんですけど、その人たちとゆっくり余生を、過ごしている。で、理由としては、そのうちの一人がですね、コロンビア大学を卒業したので、知能とかも結構高いから、僕のような、知能もそこそこしかない、スペイン語と日本語しか喋れない、いいところは、顔だけ、みたいな僕のことは、いらないという、結論出したんですよ。つまり僕は用済みっていうことで、
今、その、第二夫人たちと余生を過ごしているっていう形なんですよね。まあいろいろですね、その人間さんっていうか、父親人間さんのおかげで、すごい、子供の頃は、子供の頃っていうか、子供の姿の時は、かなり苦労しまして、事故物件の仕事をやったりとか、あとは人間さんの体の一部を運んだりとか、なんだろうね。あとはそうだ、占いとか、様々な仕事を、幼少期ながら、やってたっていうところなんですよね。その時僕自身は、もうさ、今300歳以上っていうお伝えしてるんですけど、当時からもうずっとなんかもう数百年生きてたから、あまり苦ではなかったんだけど、一般の人間さんで考えたら、かなり大変だよね。だってね、父親はさ、ひどいことをしてるんだよ。自分のお母さんに。で、子供だから何もできないじゃん。で、それを見るしかないし、かばったとしてもほら、自分が怪我するじゃん。で、周りは誰も助けてくれないし、当時行政っていうのもそこまでちゃんと確立されてなかったんで、耐えるしかなかった。そして、結局、ちゃんとした、助けてくれる場所がないんで、で、その幽霊とか何かしらの外的なものが現れる物件に住む。そして、過ごしていくっていうのが、当たり前になってしまうっていうところが、普通に考えたら大変だよね。僕はさ、ほら、もう数百年も生きてるから、多少はさ、そういう辛いことってさ、よく起きるんだよ。人間さんの世界ってさ、妖怪もそうなんだけど、結構大変なのね。だから身をもってさ、やっぱり人間さんも大変なんだなって思って、で、いろいろとね、こういうことをやったんですよ。ただ、人間さんのその父親のおかげで、僕はエンジニアという、その父親の姿を見て、パソコンとかもさ、勉強したり、フォトショップとかなんかいろんなもの、カメラとかいろんなものを学んだりさ、裁縫とかもやってきて、今ここに僕がいるっていうわけなんですよ。で、今回の話はそう、この長々とお伝えしたんですけど、身内ほどね、怖いものはないっていうことなんですよね。みんなさ、多分僕のさ、事故物件の話とかいろいろ聞いててさ、怖いなーっつって、ね、心霊現象怖いなーって思ってると思うけど、違う。生きてる人間が一番怖いんだって、身をもって思ってるけど。で、実はもっとさ、いろいろとなんか怖い話、一コアもたくさんあるんで、今後もですね、猫又フリークではそういった話をね、どんどんね、出していこうと思っておりますので、皆さんね、耐えて、ついてきてください。ではですね、登録者数ですね、2222目指して、猫髪に目指して頑張っておりますので、応援ですね、そしてコメント、チャンネル登録、高評価とかですね、していただけるとすっごい嬉しいです。皆様でね、拡散とかしていただけるとすっごい嬉しいので、今後ともですね、よろしくお願いします。すごいな、新年2回目の動画がこんな感じなんだ。じゃあね、よろしく。チャオー。ちなみに風邪ひいて声ちょっと低めなんだけど、みんなどうかな？この声好き？